おはようございます。メリカミ太一です。今日はフランス料理のベースになるブイヨンの一つ、クールブイヨンを紹介します。日本ではあまり馴染みのないブイヨンですけども、非常にフランス料理の中では重要なブイヨンの一つになります。特にこのクールブイヨンはエビ、カニ、あと白身魚、川魚などをポッシェ、湯がく時に使うブイヨンの一つです。もちろんブイヨンといってもそのまま提供するわけではなく、あくまでも下処理の段階で使うベースになるブイヨンです。今回はカクテルクルベット、エビのカクテル用に作りましたが、いろんな用途に使えますのでぜひ作ってみてください。それでは始めましょう。用意する材料は至ってシンプルで、ガロニチュールアロマティック、人参、玉ねぎ、セロリ、ニンニク、タイム、ローリエ、パセリの軸、あとレモンと白ワインビネガー、塩、胡椒になります。基本的にはこの野菜で十分だと思いますけども、あと風味を変えるためにフヌイを入れたり、玉ねぎの代わりにエシャロット、ポワローなどを入れてもいいですし、スパイス、香草類も好みでいろんなものを試してみてください。玉ねぎ、人参は皮を剥いて、人参はよく皮を洗ってエプルシェ、皮を剥きます。もちろんセロリも洗ってください。あとレモンに関しては皮ごと使うので無農薬の方がいいです。それでは野菜の下処理が終わったので野菜を切っていきます。野菜はすべて薄めのエマンセ、スライスしていきます。基本的に火を入れる時間が1時間ぐらいしかないので、薄い方がより野菜から旨味が出ます。あとそれと繊維を断ち切るような形、真横に厚さを揃えてエマンセしていきます。こうすることによってより野菜から旨味が出ます。すべての野菜が切り終わったらカードを使って鍋に野菜を移します。そこにローリエ、タイム、パセリの軸、水を入れます。この時材料の白ワインビネガー、スパイス、レモンは入れません。なぜかというと、白ワインビネガーに関してはそのものが持っている酸が野菜の火の入りを妨げます。野菜から旨味が出にくくなるので、まずしっかりと野菜に火を入れて旨味を十分引き出してから、最後アルコール分酸を入れます。スパイスに関しては長時間火を入れることによって嫌な苦みが出るのと風味が飛んでしまいます。なので最後の方に入れます。あと塩に関してはリッターにだいたい 15g ぐらい、海水よりちょっと緩めの塩でいいと思います。沸くまでは強火、沸いたら弱火にして野菜にきっちり火を入れていきます。45分経ったところで、ここで先ほど言ったように白ワイン、できれば酸味のあるものがいいです。あと白ワインビネガーを入れて、そこからアルコール分を飛ばしていきます。もちろんラスト10分火を入れますので、ここでやっとスパイス類を入れます。今回黒胡椒しか使ってませんけども、八角、フヌユの粒、コリアンダーの粒、ジュニエーブルなどを入れても美味しいクールブイヨンができます。白ワインビネガー、スパイスを入れてから10分経ったのでパッセ、こします。一度きれいにパッセし終わったら、ここで再度味を見ます。もちろん湯がくものによって塩を強くしたり、酸味を強くしたり、スパイスを強くしたり、それはシェフそれぞれ変えてもらったらいいと思います。今回はエビを湯がくように作りました。また動画がありますのでそちらを参考にしてみてください。あとこのクールブイヨン、マスなどをそのままポッシェしても昔のクラシック古典料理であります。サーモンもそのままポッシェしても使えますし、あと貝類、つぶ貝などもこの中で火を入れると臭みが消えて、より旨味、クールブイヨンの旨味が移ってより美味しく出来上がります。もちろん塩茹ででも構わないですけども、クールブイヨンを使うことによって一味違う美味しい旨味の添加されたエビ、
オマール、ラングスチンなどが湯がけます。なのでぜひ試してみてください。それではお疲れ様でした。ボナペティ。